こんにちは、背景イラストレーターの上和田てるです。今回の動画はこちらのイラストの解説付きメイキングになります。ブレンダーでのシーン作成からその後のフォトショップの調整まで制作の全工程をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編の方どうぞ。まずはレイアウトのメインとなる階段を作っていきます。キューブを潰してそれを配列モディファイヤーで増やして階段にしていきます。モディファイヤーで段数を増やすことによって後からの調整がすごく楽になります。同時にカメラの位置や設定も変えながら大体の画角を決めました。この後に追加するオブジェクトとスケール感に差が出ないよう実寸で作っています。次に階段周りのパーツも作っていきます。階段の端に来るパーツについてはスナップ機能を使いながら階段に沿った形に作っていきます。それを押し出したものを複製して両端につけました。階段の手すりを作っていきます。手すりにしたい形に沿った直線を用意したら、それをメッシュからカーブへ変更。カーブに肉付けをすることで手すりの形へと変えています。過去に作ったデータから鳥居を持ってきて配置をしています。地面になる部分に平面を作って、あとは階段の端にも地形を軽くつけておきます。ここでワールドも設定しておきます。影の出方とかを確認するために木のモデルを1個追加しています。今回のワールドには待機テクスチャーを使いました。ワールドの設定が済んだので、今度は地形の方を詰めていきます。テクスチャベースのマテリアルを割り当てたらメッシュを十分に細分化していきます。ディスプレイスメントモディファイヤーを使って地形に凹凸をつけています。地形の方が出来上がったので、ここから樹木を配置していきます。こういった自然物は自作するのが大変ですので、有料のアセットを使ってます。背の低い植物なんかも追加することで見た目に変化をつけていきます。複製させる時にも角度や大きさを変えたりして単調にならないよう気をつけて配置をしています。大体の配置が済んだので、次は階段の下の参道の部分の作り込みを始めていきます。平面に石畳のマテリアルを割り当ててます。カメラからの距離が遠いオブジェクトですので、簡単な設定で済ませています。地面の方も小石を敷き詰めたようなマテリアルに変えて少し明るさを調整しました。参道の方を作り終えたので水を作っていきます。今回はリアルウォーターというアドオンを使って作成してます。設定を調整するだけで光の模様などすごく綺麗に水が作れるので非常におすすめです。階段の手すりにも金属のマテリアルを割り当てていきます。次に階段のディティールを詰めていきます。階段はブロックを作ってそれを敷き詰めるような形で作っていきます。ブロックの形を用意したらアドオンのワンクリックダメージを使って加工をしていきます。ブロックの用意ができたので、今度はこれをジオメトリーノードで階段の形に沿って敷き詰めていきます。この時もリピート感が出ないようにランダムに配置がされるようにしていきます。3種類のブロックを用意したんですが、それだとバリエーションが少なかったので9種類にしました。種類を増やしたことでより自然な階段ができたと思います。ただ今の状態だとブロックが綺麗に揃ってしまっているので、ランダムに位置をずらすように設定を変えていきます。これを他の部分にも複製して階段のモデルは完成です。モデルができたのでマテリアルも割り当てておきます。合わせて植物の方も複製をしてかなりシーンが出来上がってきたので、ここでもう一度カメラの設定を変えてます。
迫力が出るようかなり広角な設定にしてます。画角の調整をしていたら階段の幅が足りないなと感じたので、ここで階段のブロックを1個増やしてます。ジオメトリーノードで配置しておくと、こういった後からの編集もかなり楽になります。次に階段の端の部分のモデルを作っていきます。こちらも階段と同様にブロックに分けてからワンクリックダメージで形を作っていきます。同じ見た目にならないように調整を加えて、それを上の方にも複製したら階段の端の部分が完成です。階段のマテリアルがシンプルな岩になってたので、ここに苔を追加して情報量を増やしていきます。アンビエントオクルージョンノードを使って奥まった部分に苔のマテリアルが来るように設定してます。合わせてノイズテクスチャーでランダムな位置にも苔が来るようにして完成になります。続いて灯籠を追加していきます。こちらも過去に作ったモデルですが、少し形が気になったので修正を入れてます。階段と同じマテリアルを割り当てたら、シーンが重くならないようにインスタンスとして複製をしていきます。階段横にも灯籠を置いていきます。階段横の灯籠にはランプを入れました。緑色のシーンに暖色系を入れることでアクセントを加えています。次に地面と階段の境界部分に石の柵を作っていきます。石の見た目のマテリアルにコーティングを加えて艶を出しています。柵の周りにも植物を加えて自然な見た目に近づけていきます。参道の方にも木を配置していきます。和風なイメージに仕上げたかったので柳の木を使いました。鳥居の形が気になったので変更しています。またあえて傾けることによって少し見た目に嘘をついています。3D ベースだとパースが綺麗に取れすぎてしまって迫力に欠ける場合があるので、こういった嘘も時には使っていくことが必要です。画角の見直しを行ってカメラと樹木の位置を少し変えました。右奥の水面が明るく変な目立ち方をしていたので、その部分を植物で隠してブレンダーでの作業は終了です。レンダリングして画像を書き起こして Photoshop の作業に移ります。Photoshop の作業に入ります。まずはブレンダーで書き起こした線画を整えていきます。余分な線や他のモデルと被ってしまっている線を消していきます。こちらの線画はブレンダーのアドオンペンシルプラス4というものを使っています。余分な線を消し終えたら、線画の色を少し暗めの色にしてベース画像に重ねていきます。続いてベース画像の調整です。トーンカーブを使って暗い色を明るくしつつ青みを追加していきます。そこからカメラローフィルターで細かい調整を行っていきます。基本的に色味の調整を行うだけなので、ブレンダーのコンポジットノードでも同じことはできます。続いてブレンダーで取得した Z 深度のグラデーションを使って奥にかけて青白くなっていくような調整を行います。ただメインとなる鳥居が霞んでしまわないように、その周辺だけはこの効果をなくしています。続いて水の色を調整していきます。こちらもブレンダーで取得した画像を使ってマスクを作り、水の部分だけ色が変わるように調整していきます。幻想的な雰囲気になるように明るく鮮やかにしていきます。合わせて鳥居の方もより鮮やかに調整して目を引くモチーフに仕上げていきます。光が当たっている部分はブレンダーで取得したグレアの画像を載せています。色味を軽く暖色系に寄せることで日の光が当たったような印象にしていきます。階段の手すりも調整をしていきます。冷たい金属を意識して少し青色をのせています。
こうすることで暖色部分と対比ができてメリハリのある絵になります。右側部分から漏れてくる光の表現も追加していきます。ここでは幻想的な雰囲気を強く出すためにマゼンタ系の色を使いました。奥の水面にもキラキラしたエフェクトをつけていきます。鳥居周辺にエフェクトを置くことによって視線がそこに集まるように意識をしています。灯籠の光の部分にもエフェクトを追加していきます。このエフェクトはかなり目立つものになりますので、手前の2つのみにしています。最後に暖色系で右上からの木漏れ日を付け加えて階段部分の光を整えたら完成です。様々な色味が幻想的に混じり合う、そんな一枚に仕上がったと思います。今後もブレンダーを使ったイラストメイキング動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録してお待ちください。コメントや高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。